グータラズです。今日はね、ちょっとした驚きっていうのがあってね、それを動画にしてみました。雪国の人、もうスタッドレスタイヤに履き替えたかと思います。もうね、雪降ってっから。そのね、タイヤ交換で起きた、珍事っていうのかな、こういうこともあるんだってことをね、ちょっとあったんで、ちょっと見てやってください。見てこれ。緩んでるってこれ、外れてんだよね。そんなことあるよと思って。かなり、びっくりしました。そういうことあるんだと思って、ほら。こんなになってると思って。こんなことある？初めてだと思ってさ。いろんな原因あるのかなと、考えてね。20インチ履いてね、走ってたんですよ。エクイップ履いて走ってて、ハブリングもしなかったからってことかなってね、思って。そう、一本は俺がやらかした。それね、変えましょう。いや、ああいうことあるんだね。きっとね、ハブリングはね、すごく大事なんだと思うよ、俺。ってことでね、どんどん変えないとね、あれ動かないしね。緩んでたのか。緩んでたらあれ、閉めりゃいいだけだけど、中がね、本当に、付け根がどうなってるかわかんないんで、とりあえずね、2本ね、ボルト余ってたんだよね。ロングボルトしかなかったんだけど、ロングハブボルトが2本、ちょうど2本余ってた。とりあえず変えちゃおうってことで、1本は俺がやらかしたから、緩んでんのなんだって話で、ちょっと怖いんでね、変えておきます。でね、変えるのはね、まずキャリパー外すでしょ。そう。でね、ホースにテンションかからないように、タイラップでね、どっか引っ掛けといてください。バシッとね、こういう、なんつうんだ、アーム類ね、また背中だよ、よっぴ。そうね、背中で語る男ですから、背中見したいんでしょう。でね、どういう風にね、引っ掛けていったかって見なかったでしょ。ヨッピーの背中しか見てないから。ってことでね、こういう風に引っ掛けときます。タイラップで引っ掛けといて、ホースにテンションがかからないようにどっかね、つっといてください。これでね、作業をしていきます。そしたらもうあとはね、ディスク外すだけなんですけど、これね、すんなり外れます。外れそうでした。外れない場合もあります。固着しててね。そういう時はディスクにこのサービスホールがあるんで、そこにボルトちょっとずつ入れて回してあげればね、緩むんで、そうやって緩ましてあげてください。これ FF だからね、こういう固定のボルトはなかったんですけど、FF の場合はそういうの、あれなのかな、ないのかな、固定のボルトはね。後ろが引きずりだからね。でね、ポロって取れたでしょ。ほら、もう完全に緩んで取れちゃってたんだよね。おっかねえと思って。で、なんか怖いんでね、交換しちゃいます。これと、あと俺がやらかした一本をね。でね、ここでね、リーサルウェポンズ投入です。これ100均で売ってるマグネット式の落っこちたネジ取るやつ、ボルトとかね、隙間から先っぽにね、磁石になっててね、ピュッてくっつくやつなんだよね。これすげえ便利です。100均で売ってます。引っこ抜くだけなんだけど。なかなかつかめないんでね、つかみやすいようにあれでね、このリーサルウェポンズ、この後々もね、大活躍します。今、リーサルウェポンズ大活躍だもんね。あいつらすげえ面白いよな。でね、ここはもう叩いて抜いてあげます。俺がやらかしたとこね。再びでリーサルウェポンズ抜いてあげましょ
そう歌いながらね、ひっくり抜いてあげて。でね、入れる作業なんですけど、これがまたね、めんどくさい。このね、後ろに隙間がないし、これ、ほんとこのやり方で合ってんのかなと思うぐらい。俺合ってねえのかもしんないけどさ。そうそう、三度リーサルウェポンズ投入です。このね、この新しいボルトの先っぽにマグネットほら、くっついてるでしょ。ピントがヨッピーの背中に、もうヨッピーさ、ピント合いすぎだから。そこ、ヨッピーにピント合ってるから。ほら、バッチシ。まあね、もう一個あるから。もう一歩あるから。その時見えてるかどうかね。ヨッピーの背中、見てくれましたでしょうか。ってことでね、これ締めていきましょう。しかもね、貫通ナットねえじゃんって話になって、どうすんだよって話になって、爪折りがあったんで、爪折り機があったんで、フェンダーの爪折り機ね。それを、についてたワッシャー、これいけんじゃんって話で、これね、4倍重ねで、これで締めてあげました。皆さん、これやるときね、貫通ナット必要ですから。貫通ナット、必要だね。俺ら爪折り機だったけどね。まあね、ある程度締めたら規定トルクありますんで、それで締めてあげてください。でもね、くるくる回るんで、ここはね、引きずりの後輪タイヤですから、なんかね、この長い棒かなんかでうまくハブボルトにかましてあげてね、で、回転を止めて、締めてあった方がいいです。さあ、来ましたよ。第2ラウンド、見ていきましょう。まず最初にね、俺のヘッド見えてます。俺ヘッドからスタートです。ここでうまく入んのか、入らない。これがね、なかなか難しいんですよ。そうなんです。その先っぽにうまくね、来たよ、彼の頭が。消えたね、彼の頭。いいんじゃないか。落とした。これ何回か落としますから。こういうこと結構ある。これね、根気よくね、やっててください。やりますから、俺。見てて、そう、彼の頭が消えました。そう、また、落ちてない。そう、うまい具合に先っぽにくっつけて、くっつくか、マグネット。もうちょっと、いけ。うまい具合誘導してあげて。来ましたね、これ。もう来ましたよ。来ました。ここでね、見ましたでしょうか。このやり方。これまた再びヨッピーの頭がね、映るとね、ヨッピー面白かったんだけどな。ってことでね、無事に取り付け成功です。いやね、後ろね、ほんとめんどくさい。後ろだって、なんていうんだ、後ろのこの隙間がないからね、ほんとこのね、入りづらいんだよね、このハーブボルトって。でね、ディスクもポンって入れてあげて終了になります。これはね、固定ボルトないんですよね。フロントは多分固定ボルトあると思うんで、フロントはこの固定ボルトを外すかなって感じになります。で、いろいろ見てるんですけどね、特にね、そんなにハーブボルト、減ってる様子もないですし、なんだろうな、多分ね、緩んで落ちただけなんだと思うんですよ。だからね、ハムリングはね、絶対につけた方がいいかもしれない。あんなことってあるのかどうかわかんないけど、現にああやって緩んで落ちてましたから、やっぱりね、ハムリングつけて、みんな車外ある意味履いてる人はね、やっぱね、ハムリングね、つけた方がいいです。結構ね、やっぱちょっとずつ動いてって緩んでいくんだと思うんだよな、きっと。ってことでね、本日の作業ここまでになります。なかなかね、こんなことってないのかもしれない。実際聞いたこともないし、で緩んで落ちてるってね、
どうなんだろうと思って。なのでまあ、社外アルミ履いてる人はやっぱりね、ハブリングとかね、やっぱり増し締めとかね、やっぱりしてあげないとこういうことがね、起きるのかもしれない。やっぱハブリング、ハブのその役割っていうのはね、車の中できっと重要な役割を果たしてるんだと思います。なかなかまあ珍しい事例だったんでね、本当にね、タイヤ交換してて、あれってヨッピーと2人で話しててさ、これ一生回るやつじゃねみたいになって、まさかみたいになったんだけどね、一生回ってたんですよ、ナットがね。はと思ってね、それで気づいたんです。なのでまあこういうねことがあるので、やっぱりハブリングとかね、そうやってまあ推奨されているものはねつけた方がいいってことですよね。ってことでね、本日の作業ここまでになります。まあ寒くなってきてね、こっちはもう雪も降ってきました。まあ、皆さん風邪とかねひかないように、また次の動画も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。